南インドの玄関口、チェンナイ街歩き Vlog。 おはようございます。インド一人旅中の夏度です。現在インド南部のどこかです。チェンナイ行きの寝台バスに乗っていたのですが、朝の休憩時間で車外に出てきました。朝食タイムです。先日までいたオリッサ州プリーからはローカルバスでブバネーシュワルまで行き、そこから寝台バスでチェンナイへというルートです。本当は鉄道が良かったのですが、予約が取れなかったためバスです。プリーからブバネーシュワルは1時間半程度、ブバネーシュワルからチェンナイへは20時間程度かかります。これから行くチェンナイはインド南部のタミルナード州の州都で、都市圏人口1300万を超えるインドでは4番目に大きな都市です。南インドの玄関口とも呼ばれ、自動車産業などの工業が盛んな地域となっています。北インドとは違った文化や食事が見られるとのことで、今回の旅でも楽しみの一つです。さて、朝食をいただきましょう。イドゥリという南インドの料理を頼んでみました。耳のない食パンを丸めて少しボソボソにしたようなやつに、サンバルとチャツネという2つのスープが入ってます。イドゥリは浦戸豆と米を発酵させて作るらしい。イドゥリ単体だとあまり味がないですが、スープにつけるとうまい。朝飯後しばらく走ったら、看板の文字が今までとは違う形になっているのに気づきました。位置的にはテルグ文字でしょうか。勉強不足のため判別できません。アメリカや中国はどこまで行っても英語や中国語ばかりですが、インドは州ごとにヒンディー語、ベンガル語、オリアー語、タミル語などと変わってくるので、一つの国の中でも国境を越えたような感覚になります。昼過ぎぐらいにチェンナイに到着。ここが終点だと言われて、何もないところで降ろされました。バスターミナルまで行かないんかい。まあええか。ここから予約した宿まではメトロで向かいたいのですが、お腹空いたので軽食屋で何か食べてからにします。サンドイッチ自体は悪くないけど、この食堂杯が多い。私は日本人の中ではかなり蒸し耐性が強い方ですが、目の前を大量に飛ばれると目障りやね。メトロの駅到着。最近できたのかな。かなり綺麗な駅です。チケットは自動販売機でも買えそうですが、壊れてます。インドは壊れてることが多い気がします。チケットは QR コード式らしい。たまたま空いてたので座ったのですが、椅子が硬い。海外の列車の座席は硬いところが多いですが、これにはまだ慣れないですね。セントラル駅到着。ここで乗り換えです。改札出ずに乗り換えできることを知らずに買っちゃったのですが、せっかくなので外に出てみよう。ここがチェンナイの中心駅なのかな。周囲は結構綺麗やね。ゴミもほとんど落ちてない。向こうにはビクトリアパブリックホールという英領時代の建築物があります。再度メトロに乗って予約した宿の最寄り駅へ。ホテルの最寄り駅到着。なんだこの金ピカの像。今日の宿到着。中心街で良い感じのドミトリーなかったので個室です。狭い部屋にシングルベッド2つとテレビ、ファンがついてます。バスルームは洋式トイレと水シャワー。値段重視で選びましたが、結構快適やね。コンセントの位置以外は悪くないです。宿にあったカレンダーですが、この形のものは初めて見ました。インドオリジナルのカレンダーでしょうか。今日は長距離移動で疲れもあるので、宿でダラダラする日にしました。さて、夕飯を食べに行きましょう。ビリヤニは売り切れだったのでフライドライスにしました。ビリヤニと比べるとカレー風味はほぼないですが、それでもスパイスを感じますね。ビーフは一つ一つは小さいですが数が多く、食べ応えあります。これはこれでうまい。これでチェンナイ1日目は終了。おやすみなさい。おはようございます。
今日もいい天気。チェン内2日目はこの街を歩き回ってみます。まずは朝飯。宿の近くに地元民でにぎわってる屋台があったのでここで食べます。目の前で動作焼いててめっちゃうまそう。で食べたしうまかったんだけど、動画ファイル壊れたので食事風景はなし。うまかったという記憶だけは残ってます。尺なので代わりに別の日に食べた動作でも載せておきます。最初の目的地である有名なヒンドゥー教寺院へ向かいます。歩いてたら大きなモスクが現れました。アイスハウスマスジドと呼ばれる1818年に建てられた歴史のあるモスクです。ターコイズブルーの壁に緑色の屋根が特徴的。チャイの店があったのでティータイムとしよう。南インドでも変わらない味です。昨日から街中を歩いていて気づいたのですが、南インドは民族構成も北とかなり異なるようですね。北インドではインドガーリア人と呼ばれる方々が多かったのですが、南インドではドラビダ人が多いらしい。ドラビダ人はインド亜大陸にもともといた人々でインダス文明を築いたと考えられています。この辺りで話されるタミル語もヒンディー語とは言語体系が異なっており、完全に異なる言語のようです。我々日本は単一民族国家と言われるぐらい均質性の高い社会のため、これだけ違いがあっても一つの国として成り立ってるのはすごいと感じますね。歩いていたらカラフルな寺院が姿を見せました。カパリーシュワラ寺院です。7世紀に建築されたヒンドゥー寺院でシバ神を祀っています。この入り口の先頭はゴープラムと呼ばれる南インドのヒンドゥー教寺院で見られる建築様式です。かっこいいですね。一応中にも入りましたが邪魔にならないように隅でおとなしくしてます。さて次はこの近くにある教会にも行ってみます。ありました。サントメ大聖堂という南インドにキリスト教を広めたとされるキリストの12人弟子の一人聖トーマスの墓の上に建てられているらしい。建物はポルトガル人によって16世紀に建築され、その後イギリス人によってゴシック調の建物になりました。博物館もありますが撮影禁止。教会は海岸線近くにあり、マリーナビーチという大きなビーチがあります。で、来てみたのですが、でっか海岸線が遠すぎる。このビーチ、衛星写真で見ると一番太いところで500メートル近く砂浜が続いてます。海に入る前に熱中症で倒れそうやね。屋台もありますが、時期が悪いのかあまりにぎわってなさそう。ちょっと歩き疲れたので鉄道駅に向かいます。その途中に魚をさばいてる集団に遭遇。珍しい光景やね。フィッシュマーケットでもあるのでしょうか。鉄道駅到着。この駅はちょっと薄暗いですね。広いんですが人もまばらでやや不気味な空間。チケットはこんな感じ。ちょうど電車が来たので乗り込みます。チェンナイビーチ駅に到着。ここで降ります。駅の外は商店街みたいだ。この辺は旧市街らしくにぎわってますね。旧市街の中にもカーリカンバル寺院というヒンドゥー教寺院があります。シバ神とカーマクシ神を祀っている寺院です。もともとは海岸に近いところにあったのですが、セントジョージ砦建築の際に内陸側に移されたとのこと。こちらもチェンナイ市内では有名な寺院みたいですね。さて歩き回ってお腹空いたので昼飯にします。こちらのレストランにしてみます。ミールスを注文しました。バナナの葉を皿代わりにしてるのが特徴的。カレーに野菜にデザートなどたくさんありますね。南インドのカレー定食といった感じでしょうか。メニュー表には詳細が書かれていたのですが、どれがどれか分かりません。一応メニュー表の詳細も書いておきます。ご飯をよそってカレーをかけていただきます。めっちゃうまい。カレーはシャバシャバ系ですがあっさりもしています。き
北インドのカレーとは別物やね。おかずがたくさんあるので少しずつ味変しながら食べられるのも良いね。ミールスは安い店だと100ルピー以下なので、ここはやや良いお店かも。でも日本で食べると1000ルピーとかするので激安やね。いやー、うまかった。食後に歩いてたらチャイの店があったので一ついただきます。さて、今日最後の目的地に向かいます。この辺はお店もなく人通りも少ないですね。直線距離だと先ほどのチャイの店のすぐそばだったのですが、入り口が反対側なのでちょっと遠い。ウーバー使えばよかったかな。セントジョージ要塞到着。1639年にイギリスによって建築された砦です。現在はこの中に政府機関などがあり、警備もいます。ここが博物館です。チケットはネット経由で購入する必要があります。入り口に QR コードがあり、ここから購入できました。館内は動画撮影禁止ですが、写真は OK とのこと。中はチェン内の歴史に関するものが多数です。館内を見終わって外を見たら砲台が並んでることに気づきました。昔は要塞だったんだろうなという雰囲気やね。まっすぐmeans straight。OK、まっすぐ。中見終わって帰ろうとしたら警備員に話しかけられました。日本語を勉強中とのことで少しだけ教えました。勉強熱心なのは良いことやね。まっすぐ。さて、宿に戻ろう。チェン内中央駅まで歩いていきます。途中で水分補給でジュースと水を購入しました。この紙パックに入ったマンゴージュース、安くて手軽に糖分補給できて良いんだよね。チェン内中央駅到着。名前の通りチェン内の中心となる巨大な駅です。昨日は外観を見ただけだったので中に入ってみます。中も綺麗やね。インドは鉄道網が発達していて安価に乗れるのですが、スリーパーはなかなか予約取りにくいんですよね。またインド鉄道旅したいものです。さて、メトロに乗ってホテルに戻ろうかな。少しホテルで休んで夕飯を食べに来ました。最近食べ過ぎなので軽めに。思ったより小さいが具がぎゅっと詰まってて食べ応えはある。シャワルマと書いてあるだけあって、コルカタで食べたロールと違いかなり中東寄りやね。うまいです。軽めにとは言いましたが、さすがにちょっと物足りないかなということでカフェに来てみた。チャイはいつもと同じ。寒さはかなり軽く、軽食にちょうど良いね。インドは飲酒率が低いのですが、こういったカフェがバーの代わりになっているように見受けられます。さて、宿に帰るかな。南インドは初めて来ましたが、北インドとは違った雰囲気があって良いですね。特にミールスはこの動画外でも何度か食べましたが、どれも大変うまく、また食べたい料理の一つ。また行きたいところですね。次はいよいよスリランカへ行きます。ご視聴ありがとうございました。この動画では海外一人旅の様子を公開しています。いいね、チャンネル登録、フォローなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。